こんにちは。マシン原田の部屋へようこそ。今回のゲストはアウトセットのれいこちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はダンスグランドのねリハーサル日ということで、はい、ここは藤井寺パープルホールの会議室をお借りしています。パープルホールさんありがとうございます。そしてパーテーションねして、コロナ対策もしっかりしてもらうということで早速始めていきましょう。はい。アウトセットというチームに所属していまして、れいこと申します。よろしくお願いします。37の年になります。もう37か。です。ね、です。小さい頃から知ってるからね。です。です。趣味は？料理。お、料理なんや。好きです。料理。料理してる時の時間にビール飲みながら、YouTube 見てグダグダやるっていうあの時間が好きなと家に呼んでご飯みんなで食べてます。あとは犬。はい。犬はピットブルとブルドッグ飼ってるんで。うわ、めちゃくちゃ精悍なやつか。あ、そうです。36キロと25キロなんで。うわ。はい。どっちもオス。はい、男の子で。そうなんですよ。喧嘩せえへん。します。やばいです。止めるの大変ですね。はい、仲良くはやってるんですけど、で家壊れるんで、本当にソファーとか壊れるんです。ああ、ボロボロやろ。ボロボロです。綿とかも出まくってる。本気で半年持たないです。最近の活動は？舞台公演呼んでいただいたりとか、ドラマのショーとか、インストラクターしたりとか、関西を中心に活動しています。バックダンサーとかそういう風な仕事を結構してたと思うんだけど、そうですね、めっちゃありがたいことに愛さんと陣谷蟹西さんと E.T. キングさん、キラちゃんとか。愛ちゃんは結構長いことやってたよね。10ヶ月ぐらいですかね。1回だけなの？そうですそうです。でその間とか前後とかにテレビの収録とかもあって、お付き合いはずるっとやらせていただいてるんですけど、アイザベストツアーっていう2016年やったやつに参加してたんで、そのツアーが55公演ぐらいあって。おお、全国55公演。もうちょっとあったんですけど、それ全部帯同した？はい。すごい。ちょっと関西からその場所に行くっていう移動してたんで、月曜日ぐらいから木曜日ぐらいまでは関西にいてるけど、金曜日ぐらいから行方不明になるみたいな。なるほど。週末集中で。そうです。時期によったら2週間ぐらい帰れへん時期もあったりして、もうずっとこうつきっきりよりかは、なんかこう合間にちゃんと自分のもともとやってたこともやらせてもらいつつやれてたんで、はい、楽しかったです。めちゃくちゃ。10ヶ月やりました。55箇所。はい。ぶっちゃけやらってどれくらいもらえる？これはめちゃくちゃ気になると思うね。1公演。あ、それでも本番って結構踊ってんの？踊ってます。2時間のライブやったらどれぐらい1時間以上踊ってます。そうなん？はい。ツアーの具合で多分踊る比率変わると思うんですけど、結構踊りました。はい。13、4曲ぐらい踊ってる。どういうきっかけでそれは声かけてもらったの？インスタグラムの DM でマネージャーさんからそうなの？ DM 来て、急に嘘って思わへんかった？嘘って思ってスパムやって思ったから無視したんですよ。すごいっぽい電話番号とかも載ってるから「じゃあと申します」みたいなで絶対嘘やと思って1週間ぐらい無視してて、ほんなら東京の先輩から電話かかってきて「愛ちゃんのマネージャーさんが連絡したって言ってるよ」みたいな。やってると思ってすぐ返しました。逆に焦るよな。焦った。スパムや思って無視したらリアルやって。そう本当に1週間無視したらもう仕事なくなるやん。そうなんですよ。やばいやばいと思ってすぐ連絡返しました。そんなもんなんや。すげえ。そのツアーのダンサーを SNS で探そうみたいなつながりもありつつ、このダンサーどうって見ながら、それも全部 SNS で見てっていうので選ばれたらしくて、一応その噂とかもちゃんと情報とかも入ってきつつ決まったみたいで、びっくりしました。愛さんはどんな人なの？めちゃくちゃ優しいの？
もうあのまんまです。テレビで皆さんが見てらっしゃるようなよく笑う方だし、まあ、私たちにもすごく気遣ってくださる方だし、やんちゃだしもうお茶目だし、はい、もうあのまんまの方です。本当に素晴らしい。もう愛さんこそ人間性すごいな。その中でも面白かったエピソードとか感動した出来事とかなんかそんなのある？愛さんのじゃないんですけど、その仁さんの時にその中国でライブをやる、メルセデス中国まで行ったん？はい、ドームでやるんですけど、セットがあって4メートルぐらい、結構高いんですけど1メートル四角ぐらいしか上に上がったら場所がなくて、はいはいはい、高くないんですよ。そこで踊れってなって、マジで絶対無理ってなり絶対無理やんそんなんそれ立ってるだけでも怖いやん。しかも踊るやつが結構こうハウスっぽいステップ多いやつやって、で私結構高いとこ怖いんですけど、俺もう絶対無理やで、もうほんまに上がるだけでも無理やのに踊れとってなって、もう死ぬ気で踊りましたけど、やっぱ揺れるようになってるんで、それもうそうなんですよ、揺れる方がいいんで崩れないように、地震対策と一緒で。マジで？でも揺れ要はる、免震構造ってことやん。揺れるんですよね。で死ぬ気で踊りました1メートル四方やろ？そうなんですよ。そんなんもう柵ないんですよ。やばくないですか？も俺絶対もう足に来て踊られへんわ。うほとんど俺こうなってまうわ。足のステップとかもこんぐらいでやって、もう全身でやるみたいな、とりあえず上だけで頑張って、もう未だに忘れられないですけどね聞いてるだけでももう汗かいてきたわ。ツアーダンサーになりたい人もいっぱいおると思うけど、このダンスで生きていくっていう上で大事なこと。もちろん人によるとは思うんですけど、ブレずに変わり続けること、自分の芯はブレずに。そうです、はい、成長やったりとかステップアップっていうのは、アップデートっていうのは常々いくつになってもしていかないと、やっぱりこう時代も流れていきますし、変わっていくものたくさんあるじゃないですか、でそれに対応はしていくんだけど、自分の本当に大事にしてるものっていうのをブレてまでそうやって進んでいくと、こう結局こう何がしたかったんだろうっていうところに行ってしまいそうな気がしてて、私は。いやーでもそうやと思うで、はい、あの子何したいのみたいな言われるでしょ。これが今自分にとって必要なことだったらもちろん大丈夫なんですけど、やっぱりブレずにアップデートし続けることやったりとか、私が好きやなって思われてるダンサーさんって上手くなるとかっていうのはそもそもその中に組み込まれてない。踊るっていうことっていうのはなんかその生活の一部に近いような感覚が私もあるんですけど、それじゃなくってやっぱりこう人とコミュニケーション取れることだったりとか、ちゃんと感謝するとかリスペクトをするとかっていうところがやっぱり人対人なんで、どこまで行っても私らがこう人間でこうアーティストでダンサーでこう前に進みたいのであれば、対人がいるわけじゃないですか。でそこを避けて絶対通れないんで、そりゃもちろん上手いだけじゃ無理ですよねっていう、はい、自分一人ガーンって馬なっても、はい、そういう人へのリスペクトがなかったら誰にも相手されへんし、はい、結局宝の持ち腐れになるし。そうなんですよ。もうシンプルにもったいないじゃないですか。でもやっぱりそういう意味でたくさんいろんな人と、じゃあ例えばご飯行くとか、遊びに行くとかもまあ一つだろうし、現場のお仕事の中でこうたくさんいろんな人と関わっていく、積極的に関わっていくっていうのもやっぱり大事なことなのかなっていうのはすごく思ってます。はい、何がきっかけでダンスを始めた？簡単に言ったら、スピードを見て、はい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 、分かりやすいな。この世代はもう結構そうや。ドンピシャです。私めっちゃ世代の11歳、はいはいはい、小5、小4小5ぐらいで見て、何やこのチームはと。でダンス&ボーカルやってみたいってなって、ヘルスの京橋校にオーディション行って陽子先生に「あんたダンスたくさんやり」って言われて、特待生みたいな、いっぱいダンスしていいよみたいなやつもらって、小学生で京都から毎日通って毎日踊ってました。そうなんや。小学校6年生で入っ
て中1ぐらいでも辞めちゃったんで、そっからダンススタジオに、でもキャレスの時に習ってた先生、今思い返したら花井先生なんですよ。おお、そうなんだ。今思い返したらいや、その当時はロックとかハウスとかヒップホップとか分かんないクラスが決まってて、そこを担当されてたのが花井先生で、その次のクラスに行った時にのり先生でした。はいはいはい。めっちゃ怖かったです。クラウディアダンススタジオっていうところと、グラインドっていう、でそこでそのナスティのゆきえさんのレッスンに行ってました。もうジャズに行こうと思ったんや、その時に。なんかかっこよさそうで行ったんで、ジャズやりたいから行ったみたいなのはなかったです。その時まだ14歳とかですけど、いわゆるダンス界入ったの本当に20歳ぐらいなんで、それまでどっちかっていうとクラブ系のところに出てることが多かったんで、やってることほとんどヒップホップでしたね。ヒップホップは誰に習ってるの？ヒップホップは習ってたっていうか、東京のプライムタイムっていうチームとか、ベースエッツとか当時、スーパーユニットみたいな、プレイヤーズインクっていうユニットがあったんですけど、それに憧れて東京まで習いに行ったりとか。そうなんや、はい、めちゃくちゃアグレッシブや影響を受けたダンサーはナスティンの池江さんから始まり、のりさんの作品見てもすごい感銘を受けるし、京都の香織さんとかも、香り洗いでね、同郷なんで、ディープの売れっ子と香織さんと私で、香織さんから招集かかってランチしましょうってなって、3人で集まってランチしてる時に「でどうすんの？」っていきなり何の話ですか？これからどうしていくの？みたいな、鬼詰められるっていう、それ、こういうのやったらああいうのやったらって言っていただいたりとか、そういう意味でもめちゃくちゃ影響を受けましたし、可愛がってくれてる。そうですね、直接何かずっとっていうよりかは、その人の作品見たりとか、その人の人間力でこう変われた人がすごく多かったイメージですね。はい、アウトセットについて、はい、もうアウトセットね、長いやん。長いです。もうアウトセット自体は20年。じゃああなたにとってダンスとは？高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。